不動産屋さんの怪談、語り手ゆりです。これは東京都にお住まいの60代の女性の方から伺ったお話です。その方を仮に遠藤さんとお呼びします。遠藤さんは若い頃語学を学びにいろんな国に留学されていました。それは今から十数年前のちょうど韓国留学を終えて日本に戻ってきた時でした。その語学力を生かして韓国企業の日本支社に勤めたのですが、本社の社長が変わると同時に日本からの撤退が始まりました。会社の勝手な都合で遠藤さんは離職せざるを得なくなったため、失業手当を受け取るためにハローワークに通うことになりました。そしてそこで職業訓練学校の日本語教師養成講座を知り、もともと海外留学時代に日本語教師に興味があったので、遠藤さんは早速受講することにしました。その学校はいくつか分校があり、遠藤さんは東京の郊外にある某駅前の C 校に通うことになりました。その学校の校舎は平均的な6階建ての雑居ビルの中にあり、3階から6階が教室でした。建物は特に古くもなく、陰気臭い印象もなく、駅前ですから賑やかな雰囲気があるくらいでした。さて、遠藤さんの教室はそのビルの最上階の6階だったそうです。遠藤さんのクラスは40人ぐらいの受講生がいたのですが、やはり職業訓練学校なので、さまざまな経験や経歴を持つ人たちが集まっていました。教室での席はグループワークがあるため、定期的に席替えをするので、いつも同じ人たちと隣り合わせになるわけではありませんでした。でもそんな中、優子さんという遠藤さんと同い年の女性がいたのですが、時々座る席が近くなり、共通の話題もあって感性も合い、休み時間も2人で話をするようになりました。そんなある日、恒例の席替えがありました。遠藤さんは教室の窓側の後ろから2番目の席になったそうです。そして遠藤さんの真後ろの一番後方の席にその優子さんが座ることになりました。ところでその教室なのですが、その一番後方には講師の先生の控室がありました。控室といってもパティションで仕切られた狭い部屋で、講師が荷物や教材を置く椅子と机があるだけの簡素な部屋でした。そして当然ですが、授業中はその控室は常に無人で空っぽでした。さて、その日も遠藤さんは授業に集中していたのですが、しばらくして急に後ろの優子さんがバンバンと何かを叩いている音がしました。遠藤さんは少し驚いて振り返ると、優子さんは後方の控室のパティションの壁をバンバンと叩いていたのです。何やってんだろうと遠藤さんは少し不可解でしたが、授業中ですのでその時はあまり気にしないでいました。ところがその後もたびたび優子さんは授業中にその控室の壁をバンバン叩くことがありました。そこで何してるのと聞いてみると、優子さんは後ろでガタガタ音がしてうるさいのよと言いました。でも授業中の控室には誰もいないので物音がするわけがありません。遠藤さんは変なこと言うなと思いましたが、優子さんは繊細な面があって、何かの音がどこかから響いてきて気になったのだろうと思ったそうです。それからしばらくしてある放課後のことでした。遠藤さんと優子さんは教室に残り立ち話をしていたそうです。そして他の生徒が退出し二人きりになった時、優子さんは突然「絶対この教室には何かがいると思うのよ」と神妙なトーンで言いました。優子さん曰く、
授業中無人の控室の中でガタガタというありえない物音がするのは、得体の知れない何かがこの教室内にいるからだというのでした。でも遠藤さんは内心、そんなことあるかな、気のせいなんじゃないかなと思いながら聞いていました。するとこういった話をすると霊が集まってくるとよく言いますが、その時突然遠藤さんの太ももにゾワゾワっと悪感が伝わりました。あっと思っていると、その不気味な感覚は遠藤さんの足から上半身まで登っていき、両頬までゾワッと寒気がし、気がつくと全身の鳥肌が立っていました。その感覚は何か不吉なものが遠藤さんの体を足元から這い上がっていき、それを本能的に体が感じ取って、ここは危ないと自分自身に警告しているかのようでした。でもすぐに遠藤さんは教室を出たせいか、その日は何事もありませんでした。ただこの時、優子さんの話を裏付ける何かが教室にいるような気がしたそうです。それから数日後、もう一人最近仲良くなった受講生の浅見さんという人と一緒にカフェに寄る機会がありました。その浅見さんに優子さんの言っていた話をしたところ、浅見さんは全く心霊現象とかを信じていない人でしたが、ふと「それって教室じゃなくて優子さん自身に何か取り付いているんじゃないの?」と意外なことを言いました。遠藤さんはまさかと思いながらも少し優子さんのことが気になったそうです。さて、養成講座も後半になり、模擬授業の準備をする日々になりました。それは冬の寒い時期だったそうです。この頃になると遠藤さんは放課後に教室やパソコンルームに残って調べ物をすることがよくありました。そしてそんなある放課後の午後3時か4時頃だったそうです。冬場でもまだ外は明るく、あと小1時間ぐらいは教室に残るつもりでした。さすがにこの時間となると、教室のある6階には遠藤さん以外誰もいないので、ひっそりしていました。遠藤さんは教室の例の控室のある窓側とは反対の壁側の席に座って、一人静かに勉強していたそうです。誰もいないので気兼ねなく机の上には資料やノートを広げて勉強に集中していました。するとしばらくしてシーンと静まり返った中、突然遠藤さんが座っている壁側でコトッという音がしました。それが妙に耳に残る音だったので、遠藤さんはすぐ顔を上げ周りを見たそうです。でも音がしたであろう場所には机も棚もなく、ホワイトボードだけがありました。何の音だったんだろうと遠藤さんは不思議に思いましたが、動いたり落ちたりするものは何もないので、気のせいかと思いまた勉強を続けました。でもまたしばらくするとコトッという妙な物音がしました。ああ、まただと遠藤さんは不審に思い、どこから聞こえたのだろうと再度周りを見渡しましたが、やっぱり何も変わったところはありませんでした。この最上階の6階の教室は一つだけで、他には隣接した部屋はなく、壁の向こうは外壁で何もありません。ですから他の部屋からの物音というわけではないので、遠藤さんは不可解でした。するとまたすぐコトッという音がしたので、遠藤さんはいよいよ気になり手を止めました。静かに座ったままじっと様子をうかがっていると、コトッコトッコトッ
と何度も続けて不自然な音が聞こえました。明らかに教室内の音なのに、どこから聞こえてくるのかわからないのです。それは不自然な響きで、遠藤さんは教室全体が不穏な空気に包まれていくのを感じました。するとその音はだんだん間隔が短くなり、どんどん大きくなってきたそうです。遠藤さんは本能的にまずいと感じたとき、その物音は突然ガタ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 という大きな振動音となって教室に鳴り響きました。地震でもないのに聞こえる激しい音に遠藤さんは恐怖で凍りつきました。そんな中、遠藤さんはハッとしたそうです。その繰り返し聞こえる大きな音は遠藤さんに「ここにいるな、出て行け、出て行け」と言っているのだと不思議に確信しました。危険を感じた遠藤さんは震える手で慌てて荷物をまとめて逃げるように教室から飛び出しました。ところが教室を出ると空気はガラッと一変し、物音一つなく静まり返っていたそうです。そして以前優子さんがこの教室には何かがいると言っていたのは本当なのだと遠藤さんは思い直しました。学校のビルが建っている土地はどんな過去があるのか、また教室に強い念を残すような事件事故があったかは調べていないのでわからないということでした。最後に遠藤さんはこの学校のあった地域は有名な妖怪伝説の生まれた土地でもあるので、あの出来事は妖怪のちょっとしたいたずらだったのかなと冗談交じりに言っていました。ちなみにその教室のあった職業訓練学校は今はすでにないそうです。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。